本日は、UC アーバインに来ておりまして、プロジェクトサイエンティストの星野優さんにお話を伺いたいと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。研究の概要についてちょっと簡単に教えてもらえますか。はい。一言で言うと、分かりやすく言うとですね、プラスチック材料で抗体を作るというような研究をしてまして、人の体の中に菌が入ってきたら困りますよね。あるいは毒が入ってきたら困ると。でそういうものが入ってきたらそれを排除しなくてはいけないということで、体の中には抗体というものが存在しまして、その抗体というタンパク質が毒にくっついてそれを排除してくれると。でタンパク質で体の中にいろいろそういう抗体っていうのがあるんですけど、私たちはそれタンパク質じゃなくて、プラスチック材料、例えばこんな材料ですね。世の中にあふれているようなプラスチック、非常に強い材料なんですけど、こういう強いプラスチックでしかも体の中にある抗体と同じような機能を持つような、分子を、開発しようとしています。なるほど。研究を始めるようになったきっかけみたいなのはあるんですか。私の高校、小さい時からの高校生ぐらいの時からの夢としては、この体の中を形作っているあらゆる分子を、合成科学の力で合成できるようになるんじゃないかと、そういうことを思ってました。今ですね、そのサイエンスの世界では、タンパク質とか抗体とかですね、どんどん人の力で作れるようにすでになってるんですよ。作れるようになってるとはいえ、ある意味私たち化学の科学者はもう諦めて、合成じゃ作れないよと、こんな難しいものはと手を挙げてるわけですよ。実はじゃあ生き物の力を借りて作らせたらできるんじゃないかと考えてる人たちがいて、細胞の中にそのタンパク質を作る遺伝子 DNA を入れればこのタンパク質を作ってくれるんじゃないかと考えて、そういうのを遺伝子組み換えとか言うんですけど、細胞にタンパク質を作らせるという技術はもう非常に発展しています。でそれを見て非常にすごいなと思う反面ですね、私が高校の時から抱いていた合成の力を使ってそういう分子を作ると、生体の分子を作ることに比べるとちょっとまだ違うんじゃないかと思いました。何が違うか、科学者としては、例えばこのビーカーの中でですね、いろいろ混ぜて振ってドンとなって抗体作りたいわけですよ。極端な話、でも培養してなんとかっていうのは、その細胞の中で起きていることは我々制御できないんですよ。もうあなた任せというか細胞任せで作らせていると。実用的にはそれで十分だと。ただサイエンスとしてはまだまだやることはいっぱいあるんじゃないかと。本当に混ぜてこのプラスチックを作るような感覚でその抗体と同じような機能を持つものを作りたいということで、今合成の力を使ってですね、プラスチックと同じように、安定性のある分質で抗体と同じように機能のあるものを作ろうとしています。その今作られようとしているその合成、化学で作る高分子というのは、その生体ので作られている高分子とは別のものなんですか。そうですね、それが非常にいい質問なんですけど、抗体の構造と化学構造と、あと有機合成の反応に出てくる化学式と、非常によく似てるなと思ったんです。でどっちもですね、例えば炭素と炭素の結合と炭素と窒素の結合とか全部同じ単位でできてるんですね。化学の立場で説明しますと、タンパク質からできた抗体っていうのはアミド結合といって、主鎖に CONH という結合でずっとつながったですね、アミノ酸がつながった構造からなっています。で CONH 結合っていうのは比較的に弱いんで、例えば酵素によって、生き物が分解できてしまうし形も変わってしまうと。でこういう材料は CONH のアミド結合できてるわけじゃなくて、全部そのですね高分子の主鎖が、CCCC と炭素だけからなってます。でその結合が非常に強いので、10年経っても分解されないですし、生き物にも分解されない
非常に安定な材料でずっと使い続けることができるんですね。でそういう材料を使って、ただ機能は鋼体と同じと、そういうものを目指しています。鋼体っていうのはその何かものを見分けるために、どの鋼体も主鎖の構造は一緒なんですね。 CONH と。ただ側鎖にいろんなものを出すことによって、この側鎖に出す順番であるものとくっついたりくっつかなかったりすると。なんで主鎖をプラスチックと同じ CCCC にしても、側鎖にいろんなものを出すことができたら、ちゃんとある特定の光源だけと結合するんじゃないかと、そういうアイディアでやってます。具体的にどんな、プラスチック鋼体を作られているのかをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。例えばですね、うちの研究室で今やってるのは、蜂の毒、その毒を中和してくれるような人工プラスチック鋼体を作ろうとしています。で、例えばこの図に示すんですが、この、これの茶色く見えてるの、この分子が蜂の毒ですね。蜂の毒の形なんですけど、この毒を、と結合する人工鋼体を作るためには、例えばこのプラスの部分と、強くくっつく側鎖を持ったものを、その鋼体の中に組み込む必要があります。このプラスチックを合成するときに、この光源を一緒に入れてあげるんですね。でそうすると光源の周りにそのいろんな相互作用するような小さな分子、プラスチックになる前のですね、モノマーと言われる小さい分子が集まってきます。でその集まった状態で、じゃあプラスチックを合成するってことで反応を開始させますと、この、プラスとマイナスが相互作用して疎水性の部分が相互作用した状態のままでバリバリと硬い、プラスチックができるわけですね。そのプラスチックができた後にですね、この鋳型となった光源を取り除いてやる。で取り除いてやっても、もうこれプラスチック固まってますので、そのちゃんとプラスの部分と相互作用する部分にマイナスの部分が残ると。で疎水性の部分には疎水性が残るみたいな感じで、この後に例えばこの毒をもう一回入れてやると、ピタッとこうくっつくような非常に強い、光源認識部位をプラスチックの微粒子の中に組み込むことができます。でこれ、分子鋳型重合っていうんですけど、この方法を使って、小さい微粒子を作って、それを毒を中和する人工抗体ということで使おうとしています。毒をですね、ネズミに注射すると、毒のためにネズミは死んでしまうんですね。じゃあこのプラスチック抗体本当に抗体なんだったら、その毒にですね、体の中で毒を捕まえてくれて、ネズミの体の中ですね、でネズミが死ななくなるんじゃないかということを仮説として立てまして、実際に実験を一緒にやっています。で例えばここ結果なんですけど、この毒を打つと、ネズミっていうのは大体40分ぐらいでですね、100% 死んでしまいます。緑ですね、毒を打った20秒後に微粒子を打つと、このネズミがですね、本来 100% 死んでたものが 50% ぐらい生き残るということが示されています。でこのことからおそらくですね、この抗体はプラスチックの抗体ですけど、ちゃんとメリチンを体の中で、捕まえて、しかも中和してくれるということが分かっています。今後はどんな方向の研究が行われていく予定なんでしょうか。そうですね、こちらの円に示して鋳型重合によってちゃんとした結合サイトができると一応言ったんですけど、こういう方法で作った微粒子が毒を中和すると、体の中で中和するし、ちゃんと毒にくっつくっていうことは調べられてるんですけど、ちゃんとこの分子構造が一つに定まった抗体っていうものを作る技術っていうのはまだ全く我々では開発できていません。そこで、私たちとしてはこうやって適当な形で描くような、プラスチック抗体じゃなくて、ちゃんと一つの形に定まった、ちゃんとしたここの構造が描けるようなですね、プラスチック抗体を作る、技術を、さらに発展していきたいと考えています。わかりました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。さようなら。